こんにちは、デザインドリップです。今回はネオンの GIF アニメーションの作り方を説明します。はい、それでは始めていきます。まずはじめに葉っぱの画像を Photoshop で開きます。で、横幅1090ぐらいで配置します。適当で大丈夫です。はい、で配置をし終えたら色相サイドのレイヤーを作ってオプションでクリッピングします。色彩の統一にチェックを入れます。設定なんですが、色相を150、サイドを30、明度を-40にしてこのような深いグリーンにしていきます。はい、こちらで背景は完成です。はい、次はテキストを作っていきます。フォントはクイックサンド、こちら Google フォントにあるものです。こちらのレギュラーで250ピクセルの大きさでトラッキングを100に設定して、色は白など分かりやすい色にしてください。こちらで大文字でネオンと一つ書きます。で、この段階で気になるところがあればカーニングなどをして整えておきます。はい、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらを一文字ずつばらしていきたいと思います。コマンド J を押して複製します。で、こちらの E、O、N を消してN だけ残します。で、こちらをコマンド J で複製してちょっと右にずらして大文字で Eと書いて、先に書いた文字に重なるようにします。はい、同じように O と N もやっていきます。N は最初に作った N をコピーして一番上の方に持っていって、先に作ったネオンと同時に選択をして右に寄せるといいと思います。で、こちらの最初に書いたネオンを消してみると、こんな感じで綺麗にできたと思います。で、こちらの一文字ずつのネオンの文字をコマンド G でグループ化していきます。で、こちらのグループ自体を選択してコマンド J で複製をして下に250ピクセル下げます。シフトを押して25回下ボタンを押しました。同じようにもう1個作ります。コマンド J を押してシフトを押しながら、はい、これで均等にネオンの文字が3つできました。で、こちらのグループをさらに3つとも選択してグルーピングします。で、次に背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにして、こちらと今作ったグループを同時に選択して中央に揃えます。はい、こんな感じです。はい、こちらで文字のベースはできました。はい、次に文字にネオン効果をつけていきたいと思います。まずこちらのグループの名前を ON という名前に変えます。で、上から白、ピンク、グリーンにしていきたいので、一番上のグループをホワイト、真ん中をピンク、下のグループをグリーンなどと分かりやすく名前をつけておきます。まずはじめにこちらのホワイトの方に効果をつけていこうと思います。一文字ずつではなく、このグループに対してレイヤー効果を適用させます。グループを選択してダブルクリックをしてレイヤースタイルを表示させます。まずはじめにベベルとエンボスにチェックを入れます。設定はこんな感じです。スタイルはベベル内側、テクニックは滑らかに、深さは 100% で方向は下へ、サイズを2ピクセルにしてソフトは0で大丈夫です。角度は0、高度を50度で、こちら何もしなくて大丈夫です。ハイライトのモードを通常で真っ白、FFF の真っ白にしていきます。シャドウのモードも通常で大丈夫です。こちらの色は QD のグレーにしていきます。はい、こちらでベベルとエンボスの設定は完了です。次に境界線にチェックを入れます。設定はこんな感じです。サイズを1ピクセル内側で、モードは通常で、色を QD で OK します。こちらで境界線の設定は完了です。次にカラーオーバーレイにチェックを入れます。色を真っ白 FFF にして OK してください。こちらでカラーオーバーレイの設定は完了です。次に交際外側にチェックを入れます。設定はこんな感じです。追い焼きリニアの加算で不透明度を 65%、色を QD にして、テクニックはさらにソフトに、スプレッドを 10%、サイズを25ピクセルで、画質の範囲を 75% にして OK します。こちらで交際外側の設定は完了です。そして最後にドロップシャドウにチェックを入れます。
設定はこんな感じです。描画モードを輝度にして色を真っ白 FFF に設定します。不透明度を 5% にして角度は90度、距離は0でスプレッドを 40%、サイズを60ピクセルにして OK します。するとこんな感じでネオンっぽい効果がつきました。ちょっと拡大してみます。はい、こんな感じです。ベベルとエンボスを追加したことでちょっとだけリアル感が出ました。で、今度は他のグループにもこちらのスタイルを適用して色を描いていきたいと思います。まずこちらのレイヤースタイルをコピーしたいので、こちらのホワイトのグループを右クリックしてレイヤースタイルをコピーをクリックします。で、ピンクを右クリックしてレイヤースタイルをペーストします。同じようにグリーンを右クリックでレイヤースタイルをペーストします。で、こちらの色を変えていきたいと思います。はい、ではこちらのピンクの色を変えていきたいと思います。ベベルとエンボスをダブルクリックします。で、こちらのグレーの色を FF3BCA のピンクに変えていきます。同じように境界線の色も同じピンク FF3BCA のピンクに変えていきます。で、交際の外側の色も同じピンクに変えていきます。で、カラーオーバーレイを薄いピンクにしていきたいと思います。はい、カラーオーバーレイは FFECFA の薄いピンクで OK します。するとこんな感じでピンクのネオンになりました。同じようにグリーンも色を変えていきます。ベベルとエンボスをダブルクリックして00AB85 のグリーンに変えていきます。で、同じように境界線もこちらのグリーンにして交際の外側も同じこちらのグリーンにします。で、カラーオーバーレイを薄いグリーンにします。はい、カラーオーバーレイは E5FFF9 という薄いグリーンにして OK します。するとこんな感じでミントグリーンの色になりました。こちらでネオン効果のベースは完成です。次にネオンをオフにした時の効果をつけていこうと思います。こちらのオンのグループをコマンド J で複製して下の方に持っていきます。で、こちらをオフとつけていきます。一旦このオンのグループは非表示にしておいてください。ではまずこのホワイトをベースに作っていこうと思います。ベベルとエンボスをダブルクリックします。で、色を変えていきたいと思います。ハイライトの色を888888のグレーにします。で、シャドウの色を000000の真っ黒にします。で、境界線も000000の真っ黒にします。カラーオーバーレイも000000で真っ黒にします。で、交際はオフにします。で、ドロップシャドウの設定を変えていきます。描画モードを上算にして色を000000、不透明度は 30% にして角度は90度のままで大丈夫です。距離を20、スプレッドは40のままで大丈夫です。サイズを10にして OK します。するとこんな感じになりました。で、こちらを他の2色の方にも適用させていきます。右クリックからレイヤースタイルをコピーして右クリックのレイヤースタイルをペーストでどんどん貼り付けていきます。はい、こんな感じです。で、こちらを閉じます。一旦全部表示させておきます。はい、こちらでベースのグラフィックは完成です。はい、次にアニメーションをつけていきたいと思います。ウィンドウメニューのタイムラインをクリックします。するとこのようなパネルが出てくるので、フレームアニメーション作成をクリックします。するとこんな感じで細長いバーになりました。今回はとてもシンプルなやり方で簡単にアニメーションを作っていこうと思います。まずこちらのネオンを1色ずつ表示させていきたいと思います。まずはこちらのオンを非表示にします。この暗い状態から始めていきたいと思います。で、こちらのフレームというんですが、こちらのフレームが選択されている状態で、こちらのプラスマークを押します。するとコピーされます。今度はこちら2フレーム目を白いネオンが出ている風にしたいので、オンにしてこちらのグリーンとピンクをオフにしてホワイトだけがオンになっている状態にします。するとまず2フレーム目はこんな感じで白がついている感じになります。さらにこちらを複製してピンクを表示させます。同じように複製してグリーンを表示させます。一旦こちらで再生をしてみます。するとこんな感じになります。で、これをいろいろ調整していきます。ちなみにこちらの無限というのは動画自体をループさせるかどうかということです。こちらを一度にすると1回きりでアニメーションが終わってしまいます。こんな感じですね。
だいたいループさせるのが普通なので、こちらは無限のままで大丈夫です。で、真っ黒の状態は0秒で、白の状態も0秒。ピンクをこの数字のところをクリックするとこのように出てくるんですが、ピンクを 0.1 秒にしてグリーンを表示させたところを1秒にしてみます。で、こちらでオンにすると、こんな感じですね。いい感じに光っていると思います。で、さらに一文字ずつがちょっと点滅している感じにしたいので、さらに続きを作っていきます。一番最後のフレームを複製して、こちらのグリーンの O を消したいと思います。こちらを非表示にします。で、1秒だと長いので 0.1 秒に設定します。で、さらにこちらを複製して、で、こちらの O を再表示させます。で、0.1 秒のままでいいかなと思います。で、これでどうなるかというと、再生ボタンを押してみます。こんな感じになっていきます。で、さらに続きをやっていきたいと思います。もう一回点滅させたいので、こちらを複製して、また O を非表示にします。今度は0秒にしていこうと思います。0秒はディレイなしで設定できます。で、また複製して O を表示させて、次は1秒にします。で、これでどうなるかというと、こんな感じでちょっとチラチラっとしてネオンっぽい感じになります。で、次は他の文字を点滅させていきたいと思います。こちらを複製して、一旦ディレイなしにして、グリーンを一回閉じておきます。今度はピンクの E を非表示にします。で、0秒で、これをさらに複製して、今度は表示させて、こちらは 0.1 秒にしようかなと思います。で、どんな感じになるかというと、こんな感じですね。で、次は白い文字も点滅させたいので、これを複製して0秒にして、一番最後の N を非表示にします。で、複製して再表示させます。で、こちらを1秒にします。で、もう一回点滅させたいので、こちらを複製してディレイなし0秒にして、もう一回非表示にさせます。で、さらにこちらを複製してN を再表示させて、こちらはちょっと長めにしたいので3秒にしたいと思います。ただこちらに3秒というのはないので、その他を押してこちらで3秒を設定できます。こちらで全体を見てみたいと思います。再生マークを押してみます。はい、結構いい感じにできたと思います。こちらでアニメーションの作成は完了です。最後に書き出しをしたいと思います。書き出し方法なんですが、今回はアニメーション GIF なので、ファイルの書き出しから Web 用に保存従来を押します。するとこんな画面が出てきます。で、今回はここを GIF にして、細かい設定がいろいろできるんですが、今回はこのままの設定でいいかなと思います。ループオプションが無限になっているのを確認してください。で、こちらで保存します。書き出した GIF の確認方法なんですが、ブラウザーで行ってください。ブラウザーを開いて投げ込むとこんな感じで GIF が確認できます。今回はネオンの効果とアニメーション GIF の作り方を説明しようと思い、こちらの動画を作成しました。ネオンの表現はよく夏なんかに使われる表現ですし、アニメーション GIF のやり方を知っていると表現の幅が広がるのでいいと思います。色や背景を変えて、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。